皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。です。よろしくお願いします。ということでですね、今日はまた皆さんのお悩みに答えていきたいと思うんですけども。来たお悩みシリーズね。私も実はね、同じ悩みっていうか、疑問を抱えてて、それも絵を描くとき、目から描くのと、輪郭から描くの。どっちがうまく描けるんですかっていう質問です。でも俺、新本先生いつも見てるけど、輪郭から描いてるでしょ。そう、私はね、輪郭から描くんだけど、でも私ね、友達の絵師を見てても、プロの先生とか見てても、たまにほんと目から描く人もいるのね。で、輪郭から描く人の方がやっぱ多いかなって気はするけど、目から勢も全然いて、で、正直私もどっちの方がうまく描けるのかわからない。で、人それぞれだろうとは絶対思うんだけども、私自身両方やってみて、それぞれのメリット、デメリットみたいのを今日はみんなに教えられたらいいなと思います。もしかしたらこれ見てる人もね、一緒にやってみてもらったら、なんか新たな自分のね、描き方の扉が開くかもしれないから、ぜひ一緒にやってみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあまずなんだけど、輪郭から描くのと目から描くので、もうそれぞれやっていきたいんだけど、一個もう一つ私が本当に一番最初に描くものって、当たりなんだよね。丸描いて十字みたいな。正直私は、あれがあれば私はね、どっちからでも描けそうな気がするって思ってるの。同じようなクオリティで。結局はその当たりに沿って描くからね。そう。だから、当たりありバージョン、なしバージョンのそれぞれのパターンを両方試してみていい？いいよ。それで、本当に何が一番いいかっていうのをみんなに伝えたいなと思って。いやー、俺は多分全部うまいんだと思うんだよね。だから、とりあえずこっち側に当たりなしバージョン。こっち側に当たりありバージョンを書くね。で、今こっちだから先にこっちは当たりありで、薄いけど水色でちょっと当たり取っとくね。じゃあ当たりなしで、もうぶっちゃけ一発本番で、いきたいと思います。で、S 君言ってたように、いつも私がやる方からいこうと思うので、輪郭から書くバージョン。多分世の中大半の人はそうだと思う。そうだよね。からいきたいと思います。じゃあもう本当にいきます。はい、今ざっくり輪郭描けました。じゃあこの後顔のパーツ描いていきたいと思います。大体可もなく不可もなくこんな感じよ。普通にうまい。せっかくだから今日4つ描くからさ、顔は同じにしないと違いがわかんないからさ、あれだけど、髪の毛はさ、変えていきたいなと思ってるのね。だから S 君のちょっとリクエストで髪の毛変えていきたいんだけど。ちょっと待ってよ。俺さ、なんで女子にした俺女子わからんやん、女子の髪型のリクエスト。わからんやん、女子。じゃあ、一発目は私が考えるから、二発目以降このリクエスト来るなと思って、ちょっとバリエーション考えていてね。リクエストにするなら男子にしろよと思うよ。今回女子でいこうと思って。じゃあ、一発目はもう何も考えないでいこう。いつものシンディちゃんでいこう、これ。ということで、まず1回目の、輪郭から描いていくバージョンの女の子描けました。いつも私このパターンで描くから、これといって可もなく不可もなくだったんだけど、利点としてはいいなと思ったメリットは、先に、お皿があるみたいな感覚だから、輪郭を描くって先にお皿を用意されて、そこに料理の具材をどうやって乗っけていこうかな、みたいな感じだから、先にお皿がある。で、それを自分の目安で目置く。鼻と口置く。みたいな感じで、慣れてくると、もう多分自分の好きな感覚みたいなのが分かりやすくて、描きやすいなと思いました。ただデメリットとしては、もう輪郭先に描いちゃうと、もうこれ以上顔の大きさを変えるって、後々もう難しいなっていう風に思った。だからもう、その輪郭のその向きでしかもう今後直せないし、結構輪郭って大きい幅を取ってるから絵の中で。ちょっと描き直したいと思っても、結構時間がかかるのかなっていう気はしたっていう感じが、私の今やったデメリットとして感じたことは。じゃあ次目から行ってみたいと思います。で、これちょっと当たりは後回しします。当たり後回しで。じゃあ今度こっちに目からバージョン行きたいと思います。これいつも私全然やらないやり方だから、ちょっとどうなっちゃうのかなっていう。輪郭から描く。お皿に具材乗っけるみたいじゃなくて。そう、逆なんだよ。具材から乗っけるんでしょ。そう、具材乗っけた後に皿を選ぶみたいな感覚だけど、でも、わかんない。それがもしかしたらいいこともあるからね。じゃあ、いきますね。作るものが決まってて、それに合わせてお皿のデザイン決める。そういうプロの人はそういう人結構いるじゃん。発想の人もいるもんね。逆に言うとさ、輪郭がメインかと言われたらさ、正直目とかの方がメインな気もしない？お皿メインかって言われたら料理の方がメインね。あんまり絵でも一番力を入れたりとか目だったりするじゃん。そこをさ、先に描くことによってさ、力をそこにさ、震えるかもしれないよね。さあ、目、今描いてみました。
なんか別に全然うまいけど、ね。多分この後輪郭に行くか鼻口に行くかは人それぞれだと思うんだけど、あー今回はあえてやっぱより違う感じで、先に鼻口書いてから輪郭行きたいと思います。最後にだから輪郭。最後に皿を選ぶパターンでいきたいと思います。なるほどね。わかりました。S 君にはきっと何の違いも感じてないだろうけど、うまい。私の絵には結構、なるほどっていう違いが感じたけど、先に髪型は書いちゃいたいから、ここはさっき言った俺か。リクエストある？スミレみたいな髪型にしといて。オッケーオッケー、ボブね。ボブ。ボブヘアで。ボブでオッケーです。前髪は？いやだからスミレで。もう本当にスミレ前髪ね。スミレで。オッケー。俺のレパートリーはめっちゃ少ないよ。下先生の漫画のキャラに出てくるキャラクターの髪型しか出てこないから。そうか。ということで、次、目から描くっていうのをやってみました。うめえよ、やっぱり。みんなから見た時の違いはあんまりないかもしれないけど、私はいつもこのやり方しないから、やっぱりちょっとね、やりづらさは感じた。やっぱそうなんだ。で、やってみて思ったのは、こっちの方が、キャラのね、個性の違いを出しやすいかも、メリットとして感じたのは。キャラの個性？なんで難しいんだけどね、輪郭よりもね、顔のパーツのね、形に気持ちがいくよ、自分の。目の違いとか、鼻口のパーツの置く位置みたいのが、その後のね、輪郭のね、形を先に決めちゃうよりもね、選択肢が広がる気がした。要は先に輪郭の形決めちゃってると、もうね、いつもと同じね、配置のキャラしか描けない気がした。だいたいこの辺に描こうっていうのがもう決まっているけど、それが、まだ何にもない状態だから、どこにつけよっかな、みたいな考えれるみたいな。で、しかも輪郭の形を変えることによって、全然別のキャラに見せれることができそうな気がした。ちょっと面長とか、丸顔とかね。私も慣れてないからこのやり方もしないけど、今やってみたらね、ちょっとそんな気がしました。先にお皿を決めちゃうともう中に入れるものってわりかし決まってくるけど、お皿を決めないことによって、このお皿の形で遊べるのかもっていう気はした。ただやっぱデメリットとして感じたのは、私やり慣れてないからかもしれないけど、パーツが中心に寄りがちになっちゃう。いつも自分が描くよりもね、キュッて寄った顎の下がここが広くなった。この丸の中に入れなきゃいけないみたいなのが多分あるから、ちっちゃくなりがちみたいなこと。皿が見えてない分、鼻と口の置く位置とかがちょっとよくわかんなかったりして、目がいつもよりでかくなった上に、鼻と口がいつもより上に上がったね。っていうのが今ちょっと自分にしかわかんないと思うけど、ちょっと自分では、違うわ、いつもと絵とっていう感じがしました。じゃあ最後に、やっぱそれぞれのパターンで私これ当たり付きで描いてみたいと思います。当たりありバージョンの、輪郭からバージョンを描いていきたいと思います。違いが全くわからん、俺には。これ今輪郭から描いた、今輪郭描いた当たりありバージョンのイラスト。じゃあ次目からいっちゃいます。はい、ということで最後は当たりをつけた上で輪郭から描いたのと目から描きました。違いわからんってだから。いや、これね、当たりがあるのがやっぱ私は一番描きやすいけど、結論はやっぱ当たりからある輪郭からが一番描きやすいって結論に出ました。やっぱそれは、いつも描いてるからっていうのもあるんでしょ？ある。いつも描いてるからっていうのがある。当たりがあるないだったら 100% 両方とも当たりがある方が描きやすかったんだけど、なんだかね、こっちは一番描き慣れないやり方をしたせいでね、やっぱちょっと違うのと、やっぱね、さっきも言ってた同じことなんだけどね、顔がね、私目から描くとね、どうもキュッと上の方に行ってね、顎とここの唇の幅が広くなる。確かにちょっとね、こっちより確かに、上がってる気がするよ。でもこれはさ、好みでこれの方が可愛いと思う人もいるだろうし、こっちの方が可愛いと思う人もいるじゃん。それは好みだから、確かに自分がやっぱどういう風な絵が好きかっていうのにもよるのかなと思いました。だから結論としては、もう本当にどんな描き方をしてもいいっていうのが今回の一番の結論なんだけど、最初から分かってたよそれ。両方ね、だからどっちから描いた方がうまく描けるっていうのはもう本当確かごめん分かってる通り人によるとしか言いようがないけど、一度みんな試してみる価値はありだなと思います。なんかちょっと変わって、自分は結局はこっちの方が描きやすい。やっぱこのやり方が一番いいっていうのが見つけられる可能性がある。そうなの。それに私自身もね、実は今は輪郭から描くけど、一時やっぱ目から描いてた時代あったの。あ、そうなの？やっぱね、思い悩んで自分の絵に。やっぱ高校生ぐらいの時とかに、うまく描けないことに思い悩んで、やっぱ描き方の順番が悪いんじゃないかと思ってね。そこにやっぱ行くんだ。で、一回目から描いてた時期もあって、で、そっからなぜか気づいたら輪郭からに戻ってたのね。だからやっぱみんな何でもいいから一度試してみ
みたらね、自分なりのベストが見つかると思うので、ぜひいろいろ試してください。ただ、あと一つ言えるのは、やっぱり私は当たりはね、先に取った方がいいと思うよ。どこから描いても。これね。やっぱ十字線があることによって、目の配置する位置にやっぱね、困らないし、少なくともこの目のさ、縦の位置はブレることがないから。まあ、ここの形は、左右対称にそう、どのパーツから描いても当たりを描くことをお勧めしたいと思います。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島としんと。バイバーイ。